新潟編パート2といたしまして長岡にやってまいりました。ここ長岡といえば土井和慶堂さんです。長岡を拠点に全国で活躍されている土井さんのお店に伺いたいと思います。さて今日はどんな名刀に出会えるのか楽しみです。どうもこんにちは。こんにちは。本日はどうもご遠方ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回初めてですね、お店の方へお伺いさせていただきましたが、店内ですね所狭しと作品が並べられてまして、なんかワクワクするような楽しいお店です。それでまずですね、土井君にはこちらの和慶堂さんの歴史からまずお話を伺いたいと思います。和慶堂はですね、私の祖父の代から始まっておりまして、私で3代目になります。初代の土井富作がですね、上杉の家老であった直江兼続のお城があった与板城の下で美術商として土井美術展を始めたのが始まりとなります。いろいろな美術品を扱ってたんですけども、うちの祖父自身が刀がとても好きだったので、刀も一緒に扱っておりました。その中で昭和40年から50年にかけて刀剣ブームが来たので、商売の中心になっていったと聞いております。商売をやっていく中で東京の八王子とか横浜の方にも足を伸ばすようになっていったんですけども、もう独学で始めたので刀自身のやっぱり目がいかんせんちょっと効かないところがありまして、やっぱり人に騙されたりだとか、業者同士でやっぱり義物のものを高く買わされたりだとか、いい品物をやっぱり安く取られてしまったりということがあったみたいなんですけど、そういった商売やってる中で助けていただいたのがおじい様でいわれる斎藤光樹さんにいろいろ刀のことを教えていただいて、祖父はこの刀の商売を続けられたっていうふうに聞いております。でそれでやっぱり僕も面白いなと思ってるのが、久志さんがやられている東京の勉強会に参加させていただいてるんですけども、僕にとっての、先生は久志さんになると思うんですけど、そのうちのおじいちゃん祖父も久志さんのおじい様が先生だったって聞くと、なんか今話してるのもなんか運命的なものをちょっと感じるなと思って、はい、ありがとうございます。先日は飯田公園堂さんやら、長野の栄和堂さん、いろんなお店、お伺いさせていただきましたけど、やっぱり僕ら何か業界新しいことをみんなで考えて、やっていかなきゃいけないなというね、時期ですから、どんどん勉強会を通じてまたいろんな意見交換をね我々でして業界が盛り上がるようにやっていきたいなというのが、ありがとうございます。僕もね本当にお仲間に入れてもらえて、今できてるのが本当にありがたいなと。土井君も3代目として今活躍されてますけども、土井君の場合はいつぐらいにどんなきっかけでこの刀剣賞をやろうと決めたんですか？父からは一言もそういう告げとかやってみるかみたいなことも一言も言われたことなくて、で僕が高校に入って、大学に行く時に僕の方からちょっと親父の商売に興味があるんだけどどうだろう、やれるもんかなみたいなことで聞いたら、親父が「いやお前がやりたいんだったらじゃあやってみたらいいんじゃないの」っ
ということで、僕自身はその刀とかっていうよりも親父がやってる商売をやってみたい、ああ、なるほというその思いでこの業界に入って、そうした時に俺の元でやると甘えが出ちゃうから修行に行かないとダメだって言われて、そこで修行に行くことになるんですけども、大阪刀剣会吉井さんのところでご紹介いただいて5年半修行することとなりました。久志さん自身もね修行、ね、されててあれなんですけど、やっぱりその5年半っていうのが自分の中でものすごく、いい経験になったな。もちろんその刀の勉強もそうなんですけど、それ以上に下働きをして礼儀から学んで怒られてっていうのがものすごく自分のいい経験になったかなと。僕もやっぱり親父からやっぱりやるからには全くお父さんと一緒で、うちにいたら甘えが出てしまうから修行に行けということで、僕も住み込みで修行行きまして、で僕の場合は親父が刀は戻ってきたらいくらでも勉強できるから、それよりも同じ美術の世界でもちょっとまた違う世界を見て勉強してこいということで、僕は鑑賞陶器なんかをやっているお店にですね住み込みでお世話になって、確かに本当に今振り返るといる時はいろんなね制限があったんで、ね、鉄の場合は遊びに行っちゃいけないとかなんとかっていろいろ制限がある中で、今だから言えることですけど、ね、寝ずに遊んで徹夜してまた仕事もって、若かったから平気でできたことだなと思うんですけども、そんなことも含めてもね、なんか本当に自分にとって財産だなと今は本当に思って感謝しております。それでは次に名刀紹介ということでよろしくお願いいたします。ご紹介させていただきますのは、重要刀剣に指定されております七つ道の切断名がある金房になります。出来は典型的な丁字刃具の目混じって拳法丁字という刃になって、白毛写りも綺麗に出て、いかにも切れそうな刀となっております。切断名、中西十郎部序光、七つ道を落とすということで、金蔵顔面が入ってるんですけども、この七つ道っていうのがものすごく貴重で、七つ道で、昔から言われているのが金元光に、もう一振り七つ道があるっていうことが、首切り浅右衛門の、押し型にも載ってるんですけども、現物が今のところ見られないと存在しないということになっているので、実在で存在する七つ道はこの一振りとなりますので、その部分でものすごく貴重な刀となります。そうですね、初めて見ますし、刀自身も本当に身幅があって豪壮で、出来も典型的な剣本乱れで、いかにも本当に七つ道を切ったんだなという名刀だなというふうに先ほど拝見させていただきました。ありがとうございます。それでは二振り目ということで解説の方またよろしくお願いいたします。二振り目は、重要刀剣に指定されております、慶応元年年期の、栗原信秀の刀になります。作り込みは、片切り刃作りとなりまして、地鉄板目よく積んで、刃文は、箱がかった、具の目乱れとなります。この具の目乱れ典型的な、これも信秀の出来となります。で幅木上のところにですね、金柄童子の、彫がありまして、栗原信秀は鏡市の出身だと言われておりまして、ものすごく緻密な、彫りで、有名であります。その実力が遺憾なく発揮された、作品になります。
こちらも先ほど拝見させていただいたんですけど、はい、やっぱり彫りに関してはさすが信秀だなという本当に緻密にまた繊細に信秀にしかできないまさに彫りだなということを感じましたし、また出来においても典型的な出来でなおかつこの豪壮な作り込み、やはり清丸の一番でしたということをやっぱり思わせる本当に名刀だと思いました。はい、信秀自身西蒲原郡の、月形村で、生まれて、三条の方で育ったと言われてまして、地元の刀としてやっぱりその実力が遺憾なく発揮された出来の刀だと思います。それではもう一点とっておきの名品をご紹介いただけるということでよろしくお願いいたします。はい、刀装具になるんですけども、重要刀装具に指定されております後藤一条の、金具となります。友箱になっておりまして、おお、これはまたすごい。で収めた、久さんよくご存知だと思うんですけど、収めた時のままの私服に貴重ですね。この私服がねまた、はい、貴重で、そのまんまの形で残っております。はい、でこれが大小目抜きと小塚郊外の、セットになるんですけども、この組み合わせって珍しいですよね。もう初めて見ました。素晴らしい。この組み合わせ自身珍しいのでどうなのかなと思うんですけども、一条自身もこちらに大小目抜きと、郊外と小塚セットであるというふうに友箱で書いてあるので、そうですね、もうこの目的でもともとそれで作られたセットだったんですね。作られた。本当貴重ですね。これ珍しい。考えるに大小目抜きで小塚と郊外のセットなので、大小ごしらいで目抜きはその大小目抜きを使って、刀には郊外、脇差しには小塚を使う予定でこう作らせたのかなという、そうなんでしょうね。そう考えるのが自然かなとは、考えております。後藤一条はね、幕末金庫の中でやっぱり一番、夏男とね並んで漱石になってますのでね、やっぱりその実力が遺憾なく発揮された名品だと思います。本当にこのもう7個の状態、金含み、全て本当にもう出来たてみたいな。そうなんですね。状態がいいですね。状態もものすごく良くてね、無傷無欠点、生まれたままの状態でとてもいい状態です。一条の作品は数多く現存してますけども、これほどの作品はまずなかなか見られないですね。素晴らしいですね。いや驚きました。ありがとうございます。ありがとうございます。これからの刀剣界、未来をですね、我々で作っていかなくちゃいけないと思うんですけども、その辺をどうお考えでしょうか。私は日本刀っていうのはもう日本が世界に誇れる日本の文化だと思うんですね。技術的にもう真似しようと思ってもできない絶対的なもので、こんなに素晴らしい文化は僕はないと思ってます。その日本の誇れる文化をやっぱり世界の人に、日本だけじゃなくて世界の人に分かってもらって、もちろんその世界の人で分かってもらうことで、またそれ日本の国内もその品物に日本刀というのに目が向くと思うんですね。だからそういうふうにして日本刀っていうのを啓蒙していって身近なものに、していけたらなというふうに考えてます。でそして僕は一番考えているのが、僕息子がいるんですけども、継ぐかどうかは本人の意思ですけど、もしも将来この日本刀を扱う商売をしてみたいって言った時に自信を持って、じゃあ一緒にやってみよう、頑張ってみようって言えるような、未来になったらいいなと、そのために努力していきたいなと、考えております。これからの世界、我々で
ね、作って切り開いていかなくちゃいけませんけども、とにかくいつも、皆さんお話ししてるんですけど、とにかく、力を合わせて業界を盛り上げて頑張っていきたいなと思ってます。そういうやっぱりこの久石さんがこういう YouTube でこういう動画を上げて、啓蒙活動してるっていうのが本当に僕はプラスだなと思っていて、でこういうことがつながっていくとやっぱり日本刀っていうの良さはみんなに伝わっていくんじゃないかなと思って、これからも応援しているので、ぜひ頑張ってよろしくありがとうございます。よろしくお願いいたします。日本刀の美新潟編いかがだったでしょうか。和慶堂さんへ伺い、改めて土井さんの誠実なお人柄がこのお店の雰囲気、そして先ほど拝見させていただいた名品たちにも現れているような気がいたします。そして日本刀の美はこれからもいろいろなところを旅し、そしてさまざまな情報を発信し、皆様に楽しんでいただければと思います。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。